人に対する愛情がすごい深いので、酒に合う。目指してるのは日本一の愛情酒場。これは清川の飲食店の新年会があって、その時に書いた大人の書き初めです。酔っ払ってたみんな愛の追求です。目指してるのは日本一の愛情酒場。愛が伝わった時に喜んでもらえる。それがたまたまその伝えるアイテムが、私たちはご飯と飲み物、ただそれだけだと思うので、アイテムを磨いて伝えていけたらなって思っています。私自身が遅い時間しか終わらなくて、でその時に食べるところが少なかったっていうのもあって、やっぱり一生懸命頑張って働いたのに、その晩食できる場所が限られてるっていうのがすごく悲しかったので、私が選択肢の中に入れたらいいなと思って。専門学校でいろんなシェフとか大将のお話を聞く機会があったんですけど、お蕎麦屋さんの大将、料理人にとって一番大切なものは何ですかって聞いた時に、人相手だから絶対美味しくなれって、作ったら絶対伝わるはずだってちゃんと言ってくれたのは大将だけだったので、この人の弟子になりたいなと思って、がきっかけで蕎麦打ちの弟子入りしました。無心になることです。やっぱ心が乱れてたら全然うまくいかないですよね。他のことを考えたりとかしたら、なんかマイナスなことを考えてたら全然まとまんなかったりするんですよね。あとは力を入れないこと。自然にそばたちがまとまってくれる時の方が香りも飛ばないし、なんでおばあちゃんが打つそば、その昔ながらのそばが一番美味しいってそば職人の間でも言われてる。弟子入りした時に父から買ってもらったそば切り包丁です。開業の日は母に着付けてもらいましたけど今は自分で着れます。先輩とか父にいつかを継ぎたいなって憧れです蕎麦屋さんで働いてた時に各箇所にお香を炊くっていうお仕事をさせてもらってたんですけど、その時にやっぱりその雰囲気がガラッて変わるし、空気も変わるので、そのお香の大切さっていうのはすごく受け継いで、私のお店でもお香を炊こうって決めました。こんばんは、いらっしゃいませ。
どうぞ。モデレートであ、レイザーちゃん。そうそうあー、そのレイザー。著作権の関係で BGM 流せるし、そうみんなで鼻歌歌うしかない。お二人様、手前のテーブル席どうぞ。おいとまっていうのが、去るっていう意味と休憩するっていう意味があるんですけど、去るっていう意味捉えたら、お仕事場から去り先をここで会ってほしいっていう意味で、で、休憩するっていう意味を取ったら、飲んでる時ぐらいは休憩しましょうっていう意味があります。これ何本ですか？決まってないんですか16ぐらい。？16。最初4本だったんですけど、どんどん携帯無視して増えました。酒に合う。うまい。そのこだわりは1匹だけカニを組ませることです。で、足は極限まで増やします。いっぱい増やすことによってカリカリになるので。お疲れ様です。さきちゃんはもう人に対する愛情がすごい深いので、そこでもうすごいなんか大好きです。本当に一人一人に丁寧に接してあるので、もう次会った時も覚えてるし、なんかその人のなんか好みとかも分かってるから、そこもすごいと思いまこんな声じゃないんですよいつも。す。もうちょっと可愛いです。もうちょっとか。可愛い。かわいい、間違いない。もう優しい、話しかけてくれる。もう、みんなね。一人ですごい居心地がいい。確かに。一人でね、このドア回すのマジですごい。と思います。確かに。カウンターとか座った時とかは、時間ある時とかはまあ結構話してくれたりとかして、よく頼れる人かなって僕は思いますね。僕らがちょっと仕事の話もしてるのも多分気を使ってくださって、なんかお仕事でお疲れみたいなんで、肉とか野菜とかも入れてくださって、人を観察、お客さんを観察して出してるんだなっていうのはすごい感じました。もちろん味も美味しいんですけど、その愛情があるっていうので、それだけでお酒が飲めるし、僕も明日からまた、今日大変でしたけど仕事頑張ろうって思えるな。まあ明日休みなんですけど。僕は明日仕事。たっぷり愛情を受けて、明日頑張りたいと思います。うまっ。う
ごい。また来るやろ。また来ますね、これは。いいね、歯応えが。ナチュラル。頑張り屋さん。頑張り屋さんだって一人だってからね。ほんぺよ。酔っ払いてしながら一人で切り盛りしてるからね。小銭があれば完璧なんですけど、お腹の心も満たされました。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございました。またおやすみなさい。ありがとうございます。ごちそうさまでした。気をつけて。ありがとうございます。お待たせしました。十割そばです。そばでございます。どうぞ。